こんにちは。食堂朝ごはんの中井絵里香です。最近とっても寒くなってきましたが、皆さん風邪などひいてないでしょうか。今日はそんな寒い日におすすめの体を温める食材を使った晩ご飯の献立を作っていこうと思います。まずはメインのおかずの前にお味噌汁を簡単に作っていきます。今日はこの冷蔵庫に余ってたきのことあとは人参と豆腐の味噌汁です。最近とっても寒いですが、体が冷えるとただ寒いっていうだけじゃなくて血流が悪くなることで健康にもいろんな影響を与える原因になったりします。体が冷えると免疫力が下がるというのは結構イメージがある方も多いかなと思うんですけど、実際に体温が1度下がると免疫力が 30% 低下するというふうにも言われています。なので今の季節には風邪を予防するためにも体をしっかり温めるのが大切かなと思います。また冬になると肩こりだったり疲労感が出やすくなるという方も多いかなと思います。肩こりとか疲れなどを予防するためにも体を温めて冷えを予防するのがとっても大切です。今日は体を芯から温めてくれる食材を使ったレシピを紹介するので、ぜひ試してみてもらえたらなと思います。今日は副菜に小松菜の生姜蒸しを作ります。生姜はまず皮付きのまま千切りにします。体を温める食材といえばやっぱり生姜のイメージがある方も多いんじゃないかなと思います。生姜にはジンゲロールという辛味成分を含んでて、この成分が血行を促進して体を温めるのに役立っています。生姜は皮の近くに一番このジンゲロールなどの栄養成分を多く含むと言われているので、皮付きのまま使うのがおすすめです。小松菜1束は5センチ程度の幅に切ります。小松菜と生姜をフライパンに入れて、水大さじ1、オリーブオイル大さじ1、塩小さじ1/2を振り入れます。生姜は温めることでさっき言った生姜のジンゲロールという成分が生姜オールという成分に変わります。この生姜オールという成分は内臓の働きを活発にして体を芯から温める働きがあります。なので体を温めたいときはこうやって生姜は皮付きのままで加熱して食べるのがとてもおすすめです。蓋をして弱めの中火で3分加熱したら蓋を取ってさっと混ぜれば完成です。あとは今日は三目豆を作ります。これは電子レンジで簡単にできるよく私が作っているレシピです。いつも椎茸と人参と大豆で作ってるんですが、今日はこんにゃくも一緒に入れて作ろうと思います。具材は全部1センチ角の大きさに切ります。人参は栄養価も高くて比較的手頃な値段でとってもコスパがいい野菜かなと思います。人参の栄養としては抗酸化作用のあるベータカロテンやビタミン C が多く含まれていて栄養価の高い野菜の一つです。ベータカロテンは抗酸化作用だけじゃなくて体内でビタミン A に代わっていろんな働きをしています。例えば目の働きを維持するのにも役立ってます。特に暗いところで視力を保つ
ことにこのビタミン A は大きく関わってます。具材は全部電子レンジで加熱するので、切ったら全部耐熱のボウルに入れておきます。椎茸も1センチの大きさに切ります。こんにゃくは今日はこういう手のひらサイズの使い切りサイズのこんにゃくが売ってたので、今日はこれを使おうと思います。アク抜きタイプなのでそのまま使えるので結構便利です。もしアク抜きじゃないタイプを使う場合は、一回熱湯でさっと茹でてアク抜きをしてから使ってください。ボウルにこんにゃくを入れたら大豆の水煮缶を加えます。この大豆の缶詰は生活クラブっていう食品宅配でいつも注文しているものです。大豆はタンパク質が豊富で食物繊維もたくさん取れるので、いつもよく食べるようにしてます。全部具材を入れたら調味料を加えます。醤油大さじ3、みりん大さじ3、水 75cc です。さっと混ぜたらラップをしてレンジで5分加熱します。レンジは600ワットで設定してます。そうしたら次はようやくメインの料理を作っていきます。今日はこのレンコンを使って鶏胸肉とレンコンのピリ辛ニラダレを作ります。レンコンは意外にビタミン C が豊富で、ビタミン C は白血球の働きを助けると言われていて、冬の免疫アップにおすすめの野菜です。レンコンの皮は剥いて食べる方が多いかなと思うんですが、実は剥かなくても食べられます。なので今日はレンコンは皮付きのまま使います。ちょっと厚めのいちょう切りにしていきます。レンコンの皮はとっても薄いので、皮付きでもそんなに気にならないかなと思うんですが、見た目などがちょっと黒っぽくなっちゃうので、気になる方は剥いてから使ってください。レンコンの皮には血圧の調節に役立つカリウムや抗酸化作用のあるポリフェノールを多く含んでます。そしてさっきの三目豆はレンジの加熱が終わったら一度混ぜて、ふんわりとラップをかぶせてさらに4分レンジで加熱します。次に鶏胸肉を切ります。鶏胸肉は一口大のそぎ切りにします。胸肉はまず繊維の向きごとに3つに切り分けてからそぎ切りにしていきます。お肉を切るときは肉の繊維を断つようにして切ると柔らかく仕上がります。切ったら片栗粉をまぶします。本当はその前に今日は下味をつけたかったんですけど、ちょっと忘れてしまいました。できれば片栗粉の前に塩小さじ1/4と砂糖小さじ1を揉み込んでおくとさらに美味しくできると思います。
フライパンにごま油大さじ1を熱して鶏胸肉を並べ入れます。鶏胸肉は皮の方を下にして並べるといいです。空いているところにレンコンも加えます。ちなみにビタミン C は普通は加熱に弱い栄養素なんですが、レンコンに含まれるビタミン C はでんぷん質に守られているため、加熱しても壊れにくいと言われています。そして次はニラだれを作っていきます。ニラは1センチ幅に切ります。このニラが実は体を温めるのにおすすめの食材なんですが、ニラにはアリシンという成分が多く含まれていて、この成分が代謝を高めて体を温めるのに役立ってくれます。あと実はこのアリシンには悪玉コレステロールの代謝を促して血液サラサラに役立つとも言われています。特にニラの茎の部分にアリシンは多く含まれているので、茎まで刻んで食べるのがおすすめです。ボウルにニラを入れたら調味料も加えます。醤油大さじ3、酢大さじ2、砂糖大さじ1、豆板醤小さじ3分の1から2分の1、白ごま大さじ1です。鶏胸肉とレンコンは4分ほど中火で焼いて焼き色がついたらひっくり返します。ひっくり返したら蓋をして4分ほどさらに蒸し焼きにします。今日はニラは半分だけ使ったので、残りは切ってから保存容器に入れて冷蔵で保存します。すぐに使う場合冷蔵で OK なんですが、2、3日で使えなさそうな時は冷凍しておくのがおすすめです。冷凍すれば1ヶ月ぐらいは元気に使えます。三目豆も2回目の加熱が終わったらさっと混ぜ合わせて、これで完成です。この三目豆は冷蔵で4日ほど作り置きもできます。鶏胸肉とレンコンは蓋を取って水分を飛ばして焼き色がついたら器に盛り付けます。最後にニラだれをかけて完成です。このニラだれは子供にはちょっと辛いので、娘にはポン酢をかけて仕上げました。いただきます。酸っぱくて美味しい。